はいどうも、フランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのはルーブルの東側のファサード、コロナ・ドゥ・ルーブルでございます。そう、今ね、私たちがいるのはパリの一区、パリの中心地でございます。これからね、皆様をシテ島の中心までポンヌフを経由してお連れしたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということで今ね、私たちの目の前に見えているのがルーブル・リローリという地下鉄の駅でございます。この地下鉄の駅の真向かいにあるのが、先ほど私たちがその目の前にいたルーブルの東側のファサードということですね。つまりこちら側にルーブルがずっと続いているということでございます。そしてこのね、ルーブルがずっと続いているこの道がまたすごいんだ。見てください、このまっすぐに続いているね道、これリボリ通りと言いますよ。さあ私たちもそのリボリ通りを進んでいきましょう。はい、このね、上の方に書いてあるでしょ。リボリ通り、パリの一区と書いてあります。さあこのね、リボリ通りを行きましょう。そうすると分かりますか、右、斜め前に今ちょうど私たちの画面の中央に入っていますけども、ガラスでね、光り輝くような、なんかクリスタルのような、ね、建物が見えてまいりましたね。はい、こちらが今改修工事真っ最中であるサマリテンヌデパート百貨店でございます。サマリテンヌというと、これは19世紀後半に作られた老舗デパートでございますが、2001年に営業停止してしまいまして、2005年から今まで15年間かけてこちら修復作業をしていた建物なんですね。そしてそのプロジェクトの、トップにいる、建築かな、建築の指導というか、扱っているのがサナというね、日本人建築家ユニットでございまして、瀬島和代さんと西澤龍英さんというね、プリッツァー賞も取っている日本を代表する建築家がこの修復作業、建築部の要素で携わっております。はい、彼らがね、ここで試みようとしているのは何かっていうと、まずこの非常にね、パリという歴史的な界隈でそこに溶け込むような建物を作りたいって彼らは言っていましたね。でどのように溶け込んでいるかというとですね、まずこれガラスで作ることによって、その透明感がねある主張しない建物をすることによって、その土地の中にね、溶け込んでいますよね。そして今ね、ちょうどサマリテンヌっていう文字が見えてまいりましたけども、この見てください、ガラスはね、これ波を打っているような、カーブがね、つけられていて、それがはめられているので、このように周りにある建物が反射してこのサマリテンヌ百貨店のファサードにそのまま映り込むんですよね。つまり自分自身はガラスで透明感を持ちつつ、その透明なガラスが周りの建物を反射することによって、この界隈にしっくりと馴染んでいると、そのような建物になっているんです。さあこのようにね、新しい百貨店が誕生するということなんですね。でそれと同時にね、もう一つこの会話に溶け込むアイデアが組み込まれていて、もともとね、サマリテンヌのこの建物の中には中庭が設置されておりました。しかしね、その中庭をもっとね、1つだったのを2つとか3つとか中庭を増やすらしいですよ。その増やすことによって通り道、通り抜けできるようにする、はい、モネ通りというところを行きましょう。通り抜けるようにすることによって、そのデパートではなくて、ある意味パッサージのような仕組みを作るそうですよ。ということはね、本当この辺、私たちはね、今道を通っていますけども、この通り抜けをしながらこの道を散策できるということで、非常にこの完成が楽しみですよね。はい、今ね、また私たちの目の前に出てきたのもサマリテンヌという、これ別の建物でございます。同じね、グループですね。現在ではモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンというね、会社がこの経営に携わっておりまして、その資本でね、今では修復をしています。実はこの建物は19世紀に建てられたアール・ヌーボー様式の非常にね、重要な歴史的建造物にもなっている建物でございまして、この今ね、ちょっとガラス越しでございますけども、中に見えているこの階段、
こういうね美しい階段が中にはたくさんあってね、そしてこの建物の構造自体がエッフェル塔を思わせるようなそのねリベっていうんですけども、杭がね打たれているような、仕組みになってますよね。そしてね皆様に注目していただきたいのはこの装飾なんですね。この花のね、装飾がしてあって、それ以外にはねモビリエとかシェーズとかショッシューシュミーズみたいなね、いわゆるこのデパートでもともと売っていた商品、そんな名前がこういうふうに描かれているんですけども、これはね全て七宝焼きなんですよ。七宝焼きっていうとその金属の上にね釉薬を塗ってそれで焼き上げるっていうようなものなんですが、これは金属ではなくて溶岩石のプレートですね。それにね、いろんな色になる釉薬を塗ってそして焼き上げるというね、それで作っている装飾でございます。これも19世紀にずっともともとあったもの、そういうものをもう一回修復してここにペタッと貼り付けているんですね。こういうふうにね新しく作ってるんじゃなくて過去のもの、それを修復しながら、元通りの形19世紀のね姿に戻そうとしているので15年ももう修復工事でかかってるんですよね。だからねこれ改修工事じゃなくて本当に修復なんです。ここで働いている職人たちも半分職人で半分修復師たちなんですね。はい、そしてねこのパネル、溶岩パネルってもうねこんなにね大きいサイズのものっていうのはもう普通市場では売ってないみたいですよ。ですからね彼らはどうしてるかというと溶岩プレートを石切り場まで切りに行ってると言ってましたよ。ちょうどね溶岩プレート切れるのがボルビックってほらミネラルウォーターで有名でしょ、ボルビックの水。あそこまでねこの溶岩プレートを切りに行って、そしてこの修復のねその足りない部分のところは補ってるっていうことでした。素晴らしいですよね。はい、そしてね見ていただきたいのがこの上のちょっと光っちゃって見えないかもしれないけどサマリテンヌと書いてあるこれモザイクです。このモザイクももともとあったもの、それをもちろんもう一回ね修復しているんですけども、やっぱね穴がね開いて、そのテセルっていうんだけども色がついたガラスで模様を作っている、その一部ねガラスが取れてしまったところっていうのはもう一回それと同じようなテセルを探してきて、そして一個一個そこを隙間を埋めていったっていうのね、そんな感じの修復がされているところでございます。本当にねここね来月の終わりぐらいには開くんじゃないかとも言われておりまして、再開がね本当待ち遠しいという感じでございます。サマリテンヌデパート今ね改修中でございました。はい、そしてね今ポンヌフが目の前に見えてきたんですけども、あれポンヌフの前ってこんな感じだったっけと思った方鋭いですよ。はい、ここね今ね、市民の憩いの広場になっているんですけども、ここ新しいでしょ。なんでここ新しい広場になっているかというと、かつてはねここ広場ではなかったんです。ここに、車のねトンネルがありました。トンネルがあって、ここから車が出てきてですね、このままずっとこの道にね車道に入れるようになったり、あるいはこのポンヌフを渡れるようになっていたんですね。今はパリのね、いわゆる改造がどんどん緑化が進んでおりまして、車道がねどんどん減って、自転車専用道路になったり、あるいはバスしか通れなかったり、このようなね広場がまた新しく作られるようになったりと、いろんなパリもね様変わりしている21世紀でございます。はい、ということでね今ねこの地下鉄はポンヌフェ駅のところまでやってまいりました。そして今私たちの目の前にあるのがポンヌフでございますね。ポンヌフというのはですね、これ新しい橋っていう意味なんですね。ポンというのが橋、ヌフっていうのは新しいという意味でございます。しかしこのポンヌフというところはパリ最古の橋、パリの中で最も古い橋なんですね。一体どういうことだということなんですけども、そうここはね全く新しいタイプの橋を作ったので、新しい橋ポンヌフというふうに言われているんです。新しいタイプって、じゃあ今までの橋はどんな感じだったのっていう話になりますけども、一応ねここにねこういう記載がありまして、ポンヌフというのはアンリ3世の時代に工事が始まり、偉大なアンリ4世の下で、完成しましたと書いてあります。1578年から1607年と書いてあるので、30年間にもわたって、このね橋の工事が続いたということなんだけども、いやー素晴らしいでしょう。ここから見えるパリの眺望って本当に素晴らしいなと思いますよ。はい、ちなみにねこのね、ポンヌフの
だいたいこの辺かな、この辺にはねサマリテンヌのポンプというものがありまして、セーヌの川をね、汲み上げるポンプがあったんですよ。そのポンプというのはセーヌ川のね川の流れ、今ね私たちの見ている方からこれから私たちが向く方にセーヌ川というのは流れています。はい、向こうの方に流れていくんでね。そのポンヌフの川の流れ、が水車を回して、その水車によって水を汲み上げ、その汲み上げた水が今度はルーブル美術館、向こう側にね、私たちルーブルのところから出発しましたけども、ルーブル美術館と、そしてその先にあったチュイリ宮殿の噴水に注がれるというね、そのような仕組みのねポンプがございました。さあこのねポンヌフ、新しいタイプの橋ということなんですが、一体何が新しいのかと申しますと、今ねこの橋っていうのは石造りになっていますよね。かつて橋というのは石ではなかったんですね。みんな木造、木で作られておりました。その木で作った橋の上には建物がずらっと並んでいたんですよ。もう所狭しに並んでいたんですね。そしてその並んである家が並んでありますので、その橋を渡っていてもね、そこが橋かどうかっていうのは分からなかったわけですよ。でそれをやめさせて、家をね、建てさせないようにして木造じゃなくて石で作ったのがこのポンヌフという新しいタイプの橋だったわけです。一体なんでアンリ4世は橋の上に建物を作ることを禁止したのかと言いますと、まずその家がね焼けてしまいますと橋そのものが落ちてしまうでしょ。だからその橋の上に家は建ててはいけないというふうに言ったんですね。そしてもう一つ、橋の上に家を建てなければ今私たちが見ているようなこのような美しい眺望を見ることができるじゃないですかね。見てくださいよ。今ね私たちの目の前にはこれルーブル美術館が見えているんですよ。私たちのねいたのはこの東側のファサードのちょうど真ん前だったんだけど、そのファサードの奥にはこのように黒い屋根が見えますよね。この黒い屋根が見えて、さらにその先、今ねちょうど画面の中央に入れましたけど、ぴょこんと黒い屋根がもう一回なんか飛び出ているでしょ。これがグランドギャラリーというところでございまして、ずっとねこの手前の黒い屋根のところから奥のぴょこんと突き出ている屋根のところまで460メーターの長いグランドギャラリー、今ではねルーブル美術館の中のイタリア絵画が展示されている長い廊下になっておりますけども、そこがねここから見えるようになっているんです。そしてアンリ4世こそねこの眺望を見てほしかったってことなんですよ。ここに家を建てず、このセーヌ川の美しさを見てほしかった。なんで見てほしかったかというと、今私たちが見たグランドギャラリー作ったのはアンリ4世なんですね。はい、そのねアンリ4世の騎馬像、このポンヌフを作った時の騎馬像がこちらにありますので、そのアンリ4世のね方に向かっていきましょう。アンリ4世がね、つまりこのルーブルのグランドギャラリーを作りましたので、ぜひそのグランドギャラリーを見てほしいということだったんですね。ですからね、もうここに家なんか建てたら俺の作ったルーブル見えねえじゃねえかということで、ここをねこのような美しい眺望が見れるような橋にしたんです。その橋をね、渡りながら眺望を楽しむためだったら、これね馬車なんか乗ってちゃダメですよ。やっぱりね歩かないといけないということで、彼は歩道も作りましたね。見てください。ここが車道でしょ。そしてこちらが歩道でございます。もちろんね今の歩道はね当時作られたものではないんだけども、はい、このようにね歩行者専用の場所も作ったっていうのは、これポンヌフがパリでは初めてでございます。はい、そしてね今ここに先ほど私たちがいたね、ベンチのスペースになっていて、今ではね観光者の方がねここで座ったり、あるいはね大道芸の人がここで音楽をやったり、恋人たちがね愛をささやいたりっていう感じの場所になっているんだけども、実はここの丸いところにはねかつてはお店ショップがありました。ポンヌフの上には家は建っていなかったんですけども、ちょっとしたお店ブティックはあったんですね。ここにデッサンが
ありますけども、ここの、ね、上にはね、ちょっとしたバラックが立っているっていうデッサンが残っていますよね。はい、このねバラックがあったり、時代によってはこのバラックは取り壊しちゃってるんだけども、ここでね行商人が商売をしてたりっていうようなことが続いていたんですが、さあここでねある行商人が商売をしておりました。ここに、大きなねピンク色のパラソルをつけまして、そこで女性ものの小物とか、男性のねネクタイなんかを売っていた行商人です。彼の名前はエルネスト・コニャックという人物で、田舎から出てきてパリで、ずっとね下積みをしておりました。彼は、デパートのねボンマルシェとかいろんなところで働いたんだけども、うがつが当たらずにねで、自分のねお金を出して、商売を始めたんですけども、なかなかうまくいかず、また田舎に行ってお金を貯めてもう一回パリに戻ってきて再出発した時に始めたのがまさにここの場所でございました。ここのアーチかどうかわからないんだけども、ここのうちの一つでございます。はい、パラソルを広げてね、そこで女性たちの小物を売っていました。そして結構ね、ここでは物が売れたようで、彼はねその無駄遣いせずにお金を貯めて、今度は私たちが渡ってきたポンヌフのすぐ手前のところ、そのねポンヌフと交わるようなところに小さなテナントを借りまして、そこで自分の店を持ってやり始めました。なかなかね商売も軌道に乗ってきて、そこで、そのテナントの権利を買い取りましてね、そこでオーナーになったんです。そのオーナーになった時に彼には転機が訪れた。当時ボンマルシャでトップセラーをしていた奥さんをもらうんですね。マリー・ルイズ・ジェイという人です。そして彼らはコニャック・ジェイ夫婦として、その店を少しずつ広げていきます。やっぱりね奥さんボンマルシャのトップセラーでございましたから、どんどん売り上げが上がっていってね、で彼らはもう本当に真面目の商売人でございましたので、無駄遣いもせずにね、お金が貯まったら少しずつそれをね自分たちの店舗のね、増やしていくお金に使いました。そして隣を買い取りと言って少しずつ大きくなって、そのね、お店につけたのは、彼らのね近くにはサマリテンヌのポンプというものがございましたから、彼らの店の名前はそのままサマリテンヌとつけたんですね。そう、私たちがねこのツアーの初めから見ていたサマリテンヌデパートの成功物語でございました。あんなね大きなね、店の一大帝国と言ってもいいかもしれないけども、そんな人もベンチの行商から始まったっていうと、なんかねすごいなというか、私たちも勇気をもらえるじゃないですか。本当にどんなね大仕事でも初めの一歩、目の前の一歩から進まないといけないよっていうことをねなんか教えてくれるような気がします。ということで今目の前に見えているのがアンリ4世の騎馬像でございますね。アンリ4世は向こうをね向いておりますけども、逆光だ、ちょっと見えづらいかもしれないけども、そこには2つのね建物があって、その前には、あるね広場がございます。その広場も後ほど皆さんに、ご覧いただこうと思ってますよ。素晴らしい広場があるんです。そしてその広場、はね、このポンヌフが完成した時、ちょうどね、彼の王太子が生まれた時期だったので、王太子にちなんだね広場、王太子広場というものにいたしました。そしてねその王太子の印をねこのポンヌフの街灯にもつけているんですけども、はい、この街灯ですね。ポンヌフの街灯にも王太子の印をつけているんですが、さあその印とは何でしょうか。王太子を象徴するような装飾ですね。はい、これねちょっと皆さんに考えてもらおうかな。今ねその象徴であるものお見せしようと思ったんだけど、ちょっとこれは取っておきます後でそうじゃあねちょっと選択肢出そうか。王太子を象徴するもの、1番ライオン、2番イルカ、3番ミツバチ。さあどれでしょうか。そう、はい、こんなね、問題を皆さん考えながら、ちょっとね私たちはこのポンヌフの下に今降りてきました。ああいうふうにねアンリ4世の下には、像の後ろ側にはこのようなね裏道というかこういう階段があるので、ぜひねポンヌフの下降りてみてくださいね。はい、そしてねここにはこんな石板がありますよ。この場所にはジャック・ル・モレ、彼はテンプル騎士団の最後の総長でありましたけども、ここで1314年3月18日に火あぶりの刑になりましたと書いてあります。もう一つ、火あぶりになったという場所がね、実はあるんだけども、ジャック・ドゥ・モレという人は
十字軍の時にね、巡礼者たちを守る修道士でもあり戦士たちでもあったこのテンプル騎士団の最後の総長ですね、非常にね力を持って財産も取って経済的にも非常に発展したので、当時のフランスの王様フィリップ4世に睨まれて、いろんなねその策略によって貶められ、そして拷問をかけられて、やってもいないようなことをね自白させられ、そして処刑されたというね、史実なのか伝説なのかってちょっと分かんないところもあるんですが、そういう話が残っております。彼がね火あぶりになったのはここなんじゃないかっていうことですね。もう一つね火あぶりになったっていう場所がありますので、そこも紹介しましょう。さあ今ね私たちの目の前に見えているのはこのポンヌフの下にあるマスカロンというこれ顔の装飾なんですね。これねもともとはイタリアの邸宅の扉の上なんかにねこういうものがつけられていたんです。このようなちょっとね怖いでしょ、睨みつけるような顔、このような顔を扉の上につけておくと悪霊がその家には近寄らないっていうね考えがあったみたいですよ。これだから日本でいう鬼瓦とか狛犬とかそういう意味があるのかもしれないけども、ちょっとそれに近いですよね。はい、こんなねイタリアの装飾が16世紀になるとフランスにも入ってきて、ポンヌフにもこのようなマスカロンというものが装飾されることになります。はい、ちなみにねパリで初めて装飾された橋というのもこのポンヌフでございますよ。ですからポンヌフというのはただ単石造りだから新しい橋というわけではなくて、さまざまなね、革命的なことをやっているってことが分かりますよね。そしてその革命的な指示をしたのが先ほども騎馬像で載っていたアンリ4世でございます。ちなみにねここが公園になっていて、なかなかねいい公園でございますけども、この公園の名前がスクエア・ドゥ・ヴェルガロンと言います。ヴェルガロンというのは何かっていうと、年の割にね若い女性のお尻を追っかけている男性のことをベルガロンというんだけども、まさにねそれはアンリ4世のことなんですよ。アンリ4世はね、女性好きだったので結構年齢がいっても女性を追っかけていたということでベルガロンなんていうふうに言われていました。フランス人には非常に人気のある王様ですね。はい、それでこのマスカロンなんだけどもこれ17世紀ですよ。17世紀の初めにこの、橋は作られた。その割にはすごいこのマスクだけは綺麗だと思いませんか？すごいしっかりと残ってるでしょ。実はねこれは19世紀に修復されて作り直されたものなんですよ。オリジナルはねオリジナルの保存状態のいいものは現在はパリの市立美術館であるカルナバレ美術館というところにあります。保存してあります。はい、しかしね、この保存状態があんまり良くないもの、そのオリジナル、17世紀に作られたオリジナルというのは実はねこれから私たちが行くところにちょっとだけあるんですよね。さあ皆さんそれを気づいたかな。実は今ちらっとだけ見えました。だからねちょっとそれはね皆さんに気づいてもらおうかな。もう見えてますよ。見えてる。どこにあるか分かります？分かった？分かった？今あったんだけど、オリジナルのね保存状態あんまり良くないものは実はいろんなところに隠してあるんですが、今もまた分かりました。そうこのねスクエア・ベルガロンという、このアンリ4世のあだ名がついたここにねこういう風にはまっております。これがオリジナルのマスカロンでございました。はい、ということでね今ね私の横にはこういう遊覧船がございますね。ここねブデット・ポンヌフといってセーヌ川をね遊覧できるような船が出発するところでございます。セーヌ川をね遊覧できる船っていうのは結構いろいろあって、このブデット・ポンヌフはこのポンヌフのところから出るでしょ。あとはバトー・パリジャンっていうのはエッフェル塔のところから出るし、あとバトー・ムッシュっていうの一番有名かもしれないけども、バトー・ムッシュっていうのはポン・アルマっていうところから出ます。いろんなところからねセーヌ川を遊覧するようなことができますので、そんなことをね、パリに来た際は楽しんでいただくのもいいかもしれませんね。はい、ということで今ねシテ島の先まで来ましたよ。すごいここね本当に僕の大好きな散歩コースというか道なんだけども、ほらカモいるじゃん。カモ見どころのカモかわいいね。
すごい、もうすげえ慣れてるよ、カップルなのかな。いや素晴らしい見どころでございましたね。はい、そしてね、ここがね柳があるんだけども、ここがシテ島の先っぽでございます。釣りしてるんだな。ここがねシテ島の先っぽでして向こう側に見えてるのが芸術橋でございますね。いや素晴らしいな。でその芸術橋を渡るとルーブル美術館ということですね。今ねシテ島の先っぽまで来ました。このね柳の向こうにセーヌ川が見えてるって、これなんか素敵じゃないね。なんかこれモネの絵画で見たことがあるぞっていう感じ。今ね10時半でございます。で10時半だとね結構ここは、しかも今日平日火曜日なのであんまり人いないですけど、僕ね昨日もね実は撮影して、もうそれボツにしようと思ってるんだけど、昨日も撮影してね、それはね夕方でした。5時とか6時ぐらいかな。そしたらね向こうにずらーっと人がね座っていて、ちょっとしたねジュースとかねビールとかも飲んでたのかなはい、そんな感じでねここずらっと人が座っていましたよ。やっぱね最近天気もいいしね、もうこの辺最高に気持ちいいですよ。ですからねもうこの辺はね超おすすめでございますよ。でポンヌフを渡る人っていうのは結構いるんだけども、ポンヌフのその途中で降りてね、そしてここを歩く人っていうのはそこまで多くないんじゃないかなと思いますよ。いやいやそんなの定番だよと、ね、思っている方は失礼いたしましたという感じでございますけども、まさにねこんなところでサンドイッチを買ってクロワッサンを買ってちょっとしたポーズを取るなんて、休憩取るなんていうのもいいと思いますよ。ほらまたあった、これオリジナルのマスカロンね。そしてねまたね私たちの前にはポンヌフが見えてきましたよ。いやもう本当にこの辺素晴らしいでしょ。ということでね、そろそろタイトルコールいきますか。それでは行きましょう。パリ一区ポンヌフ周辺を巡るパリ裏道散歩のスタートです。もうね30分経ってるけどもう30分ぐらい経ってるけど、いや始まりましたね。はい、ということでね今回はポンヌフの下も取っていこうか。はい、これですね。素晴らしいでしょう。このポンヌフを渡ってね向こう側に行きますとパリの左岸でございます。ほらここにねまたマスカロンが見えてきましたよ。このねマスカロンすごい面白くて、ちょっとねもう一回ズームして皆さんに見ていただこうかなと思いますけども、ほらなんか舌を出してすごいびっくりしてたり、この人なんて困ってるでしょ。でなんかこの人はすごい怒ってるような感じがする。でこの人はなんかもうちょっと笑ってるのかね驚いてるとか、もなんか目が回っちゃってる人とかいろいろいるんだけども、本当にね面白いんですよ。この表情が、このね表情を見てるだけでも面白いんですよね。これ全部でね381だったっけな、300以上のマスカロンというのがあって、これ全部顔異なります。これ全部顔が異なって、もともとはこれねギリシャ神話に出てくる森の精のサチュルヌがモデル、サチュルヌなんですけども公式にはね、しかしこれはアンリ4世の部下たちがモデルになっているんじゃないかとかね、あるいはアンリ4世ってほら女好きだったわけでしょ。彼はね人の奥さんとか取ってしまうわけで、奥さんもさやっぱり王様だから、王様にね、気に入られたらやっぱりお金も入ってくるわけだからさ、やっぱりそれは断らないんだよね。そうするとさ、その奥さんを取られた、旦那たちの顔がモデルになってんじゃないかなんてねいう人たちもいて、結構面白いですよね。はい、今ね、ポンヌフの下を通りましたよ。ポンヌフは渡るだけじゃなくて、こういうふうにね周りを歩ってみたり下から見てみたり、そのポンヌフの下を通ってみたりするっていうところが醍醐味の一つかな。はい、そんなふうに思いますよ。さあここにもね今は本当に誰もいないけどもさ、夕方になるともうここすごい人になりますよ。お昼時なんかね今特にレストランとかそういう店内で食事をできないコロナ禍にございますので、こういうところにね来てねセーヌ川を見ながらみんなサンドイッチ食べたりね、パン食べたり一緒かしてますね。はい、持ち帰りスパゲティとかねなんかそういうの食べてますよ。はい、サラダとかね。はい、ということでね今私たちはこの階段を使いまして、今度はシテ島のね方に行きましょう。
こんな感じですよ。素晴らしいでしょ。そうすると今度はね、目の前に先ほど見ていたアンリ4世の騎馬像が見えてきます。あ、そうだ、街灯ね、街灯。ポンヌフにつけられている王太子を象徴するような装飾、それは一体何でしょうかという問題でしたね。選択肢なんだっけ、ライオンかイルカかミツバチかだったと思いますが、さあ皆さん答え決めましたか？じゃあね、その答えを見に行こう。一体何の動物が象徴として表現されているのか。さあちょうどね、ここに街灯が見えてきましたよ。はい、答えはね、この下にあります。ここには真ん中にはこうやって人物がいるでしょ。その両隣見てください。どうなってるか分かります？こういう顔になってるでしょ。で、顔になっていて、そのままぐーっとこれ体があって、尻尾があるじゃないですか。これね、魚の形をしてるんですよ。魚じゃなくて、イルカなんだけども、はい、ということで正解はイルカでございました。イルカのね、装飾がしてあるんです。で、なんでねイルカの装飾がしてあるかというと、皆さんイルカってね、フランス語でなんていうかご存知ですか？これオンラインじゃないのでね、聞いても返ってこないんだけども、おそらくコメントとかね、多分これはプレミア配信をするので、そのプレミア配信をねしてる時にいろんな方が答えてくれてるんだと思うんだけども、はい、じゃあ正解ここで書いてあります。アンシャンプラスドフィンヌって書いてありますが、ドファンというのが王太子という意味なんですね。はい、ドファンというのは王太子という意味でございます。そしてドファンというのはそのままイルカという意味でもあるんですよ。ですからね、同じ、発音をするので、王太子のことをイルカでね表現するようになったということなんですね。はい、でね、今見えてきたでしょう、この素晴らしいこの広場なんだけども、ここがスクエア・ドゥ・ラ・プラス・ドーフィンと書いてあります。ここはねドーフィン広場でございますよ。はい、そしてね、ここでね見てほしいのは、ここに書いてあるんだけども、見えるかな。この現在の26番地というのが、ここが1314年3月18日に最後のテンプル騎士団の総長のジャック・ドゥ・モレが火あぶりになったところですという表記がありました。さあその表記というのがまさにここでございます。ここがねプラスドーフィンの26番地なんですね。ですからここでね、今ではおしゃれな場所になっていますけども、まさにここでテンプル騎士団の最後の総長が火あぶりになったということなんですね。はい、なかなかね歴史にあふれた界隈でございますけども、いやー素晴らしいでしょこれ最高じゃない？この上にはこれ何なんだろう、花が咲いてるな。そしてここにはねちょっとカフェみたいなのがあって、普段だったら多分ここにねテラスが出てねすごいにぎわっているんだろうけども、ただ今回はほら店内でお食事することができないから、こういうところはね持ち帰りをしているんだけども、みんなねこういうところでビールとかそういうね飲み物とかを買ってここでゆっくりとゆっくりしながらね飲んだりね、あるいは先ほど私たちが歩いてきたセーヌ川のところ、そういうところで持ってっておしゃべりしながらね、友達と一緒に飲むなんていうねことをやってますよ。私がね昨日の夕方来た時はねここでねペタンコをやっていた。だからね本当にそういう感じで、憩いの場所でもあるんだけども、ただここはね混み合わないです。やっぱちょっと隠れてるでしょう。でそこまでね人々が通るようなところじゃないから、やっぱりここは本当に隠れ家的な本当にいい広場ですよ。はい、でねプラスドーフィンの15番地でございますけども、ここにはねイブ・モンタンが住んでおりました。はい、イブ・モンタンですね。なんだっけ、冬モクトゥC'est une chanson
キヌホソンブルですねジャック・プレベールが書いたやつかな、もっと練習してくればよかったな。まあいいや、はい。そしてね、今度こちら側にはね、かつての出版社、今でもやってるのかな、があるんですけども、はい、あそこに看板が見えてきましたね。これはイムブル・ドゥ・ラ・ガゼット・デ・トリビュノとあります。ガゼットっていうのは新聞とか雑誌っていう意味で、トリビュノっていうのは裁判っていうことですよね。裁判がね、行われたそのいろんなね裁判が行われますけども、そのなんていうかな、いろんなことを、雑誌とか新聞に書いて、こんなことが起こりましたよなんてね、そういうような雑誌なんだけども、やってんじゃんペタンク、いや気持ちよさそう。ペタンクやってますね。フランスの国技みたいなもんだよね。素晴らしいね。コショネっていうねやつを球を先に置いて、その近くにどれだけ自分の鉄のね球を近づけられるかっていう勝負、カーリングの地面でやるバージョンって感じですかね。はい、で先ほどね裁判の雑誌の編集部があったという話をしましたけども、なんで裁判の話になるかというと、はい、実はねここに裁判所がございます。今ね私たちの目の前にはパレット・ジュスティス、司法宮殿とでも言うのかな。これは第二帝政というナポレオン3世時代に作られた建物なので、この屋根の上を見るとこのねコンドル、ワシがいます。さあねちょっとね近づいていきましょう。いやもう本来だったらねここでね1時間ぐらいボケーっとしたいところではあるよねけどね、この先にもね素晴らしいものいっぱいあるから、それ見ていただかないといけないんで、ちょっとね、この心苦しいけどもこの素晴らしい広場はねちょっとお別れしまして、さあ裁判所の方に近づいていきましょう。で一体なんでねここに裁判所があるかっていうと、実はここにもともと王宮がありました。指定宮殿というものですね。はい、フランスではね6世紀にフランク王国ができまして、クロビスというね人がフランク族の総長であった、クロビスという人がここね話がポンポン飛んで申し訳ないけど、プラスドーフィンのこのプレートモザイクですよ。素晴らしいでしょ。そして今私たちがいるのがフュードゥ・アフレというところなんですけども、これもねモザイクになってますよ、ね、こんなところ写真撮って、ぜひねいただきたいなと思っていますけども、はい、指定宮殿というものがございまして、ここはねもともとフランス王家の宮殿があったところなんですよ。しかし、14世紀にね宮殿はルーブルに移しました。シャルル5世の時代ですね。あれシャルル5世だったっけな、ちょっと間違ってたらごめんなさい。その宮殿を移しましてね、ここ宮殿じゃなくなったんですね。違うわ、シャルル5世がマレ地区にある新しいね自分の宮殿を作ったんですね。で王宮だけがそこに行ってしまったので、行政的なものとか裁判のものはここに残ったんです。それでここは司法宮殿と言われるようになりました。はい、裁判所なんでね法律に関係する歴史的人物がこういうふうに表現されているんですけども、一番上ちょっと見えるかな、N って書いてありますね。あれナポレオン3世時代に作られたので N です。そしてその下には人物の横顔が書いてあって、これね、ジュスティニアンって書いてあります。これユスティニアヌス帝ですね。そしてその下にはねちょっとズームしてるんだけどもあんまり見えないんだけどもパンデクトって書いてあります。パンデクトっていうのはこれローマ大全のことですよね。つまり、これはね法律に関する建物でございますので、かつての古代ローマでね法律を編纂してまとめ上げたユスティニアヌス帝がこのようにオマージュとしてあそこにね描かれているということなんですね。はい、で今裁判所のね目の前に近づいてまいりますけども、いやー荘厳な建物でしょ。はい、でここにもねいろんな法律に関する、彫刻とかね、そういうものがありますので、そんなところもちょっとね見ていきましょうか。この柱がねあってすごい巨大な柱になってるでしょ。これいわゆる、ギリシャ神殿の柱みたいになっているので古典様式というものですよね。はい、そしてその柱とその天井のちょうど間のところにいろんなねこの紋章というかアレゴリー、いろんな、ものが書いてあって、それが全部意味を持っているんだけども、まずそれぞれこの
丸いものがありますよね。いろんなね、全部丸いものが入ってるでしょ。この丸いものは何かっていうと、これは全部盾を示しています。武器ですね。盾はですから、プロテクション、保護を象徴しています。法律によって私たちは守られているよっていう意味ですよね。でその盾の後ろにあるのがそれぞれ違うんだけども、まずね、私たちの今真ん中にあるのが、これがね、オリーブの木、オリーブの枝でございます。オリーブは平和を象徴するでしょ。そしてその隣にあるのが今度は剣が見えていますよね。剣は今度は罰でございます。処罰の罰だよね。法律を守った人には罰が加えられるよということが表現されている。そしてその隣が、これがね、オーク材なんだけども、オークっていうのは非常に硬い家具なんかにねよく使われる、木でございますけども、だからそういう力強いという意味で力を象徴している。そしてまた剣があって、そしてそのちょうどね、私たち今真ん中に来ていますけど、この真ん中の上にあるのが、これが天秤ですね。天秤というのはいわゆるその法律のね公正さっていうのを表現しています。で今度はね、ちょっと下を見てみようか。行ったり来たりして申し訳ないですけども、そうすると今度はその下にもね彫刻がありまして、今ね私たちの目の前にあるのが、これが公平さを象徴している女性でございます。見えるかな。まず左のところに何て持ってるけど、あれ投票箱です。であそこにね投票箱があって、違うわ、左に持ってるのはなんかその投票するための筒かな。そしてそれを今彼女が右手でその自分の投票を壺に入れようとしてるんだわ。いやー、間違ってましたで左に抱えて肩からね下げているのがお皿みたいなのをね2つ下げていると思いますけども、あれが天秤ですね。天秤は公平さのね象徴になっていますよね。そしてその隣が今度ヘラクレスみたいなね姿をしていますが、棍棒を持っていて、頭にはねライオンの毛皮をかぶっています。これ力ですね。そしてその隣は女性がね子供を抱いているんだけども、これも保護ですね。子供を保護するという意味で保護、プロテクションという意味があります。そしてその隣は剣を持っていて、そして巻紙を持っているんだけども、これが罰ですね。処罰を与えると、法律という意味もあるでしょう。そしてその隣がね、上半身裸になった自由の女神みたいなね感じになっているんだけども、これがね真実でございます。覆われている真実がね明らかになるという意味なので、この服がねはだけて、真実じゃないけど裸が見えている、いろんなね覆いが取られてあらわになる、それはね真実という意味になってますよ。そして最後その隣がこれがですねプルードンスといって、用心さとか慎重さっていう意味ですけど、彼女はね手に鏡を持ってるんだよね。その鏡には絡みついた蛇が装飾されていると、そんな感じで法律に関するこういうアレゴリーのね装飾がたくさんしてあるので、こういうこのアイテムはこういう意味があるんだよなんていうことをね知っていると、こういう散策をしながらでもね、芸術鑑賞じゃないけども、いろんな意味を読み取ることができますよね。それでねここで問題なんだけども、ちょっとねまだ遠いんだけど、ここにねまた人の顔があるんですよ。先ほど同じ対応する場所にユスティニアヌスの顔がありましたよね。ユスティニアヌスというのはローマ時代の法律をね変遷した人でございますけども、それに対応するフランスの人がここに表現されているんですが、さあそれは誰でしょうかちょっとねもうここまで来ちゃったんですぐ答え言うけども、さあみんな考えてくれました？誰でしょう？フランスのね、現在の民法の土台を作っている人とも言ってもいいかな。さあそれでは答えいきますよ。みんな考えました？この人でございます。見えづらいかもしれないけども、ナポレオンですね。ナポレオンプロミエ、ナポレオン・ボナパルトでございます。でその四角の下にはねコードナポレオンと書いてあります。いわゆるこれナポレオン法典というものですよね。つまり彼はナポレオン法典というものを作ることによって、それが現在のねフランスの民法の基礎になっているということなんです。ということで裁判所のね前を皆さんにご紹介いたしました。さあそれではねもう一回ねセーヌ川の方に戻っていきましたので、今度はここを行きましょう。まだ常にね一句ですね。ケルロジョージュ、時計河岸っていう感じかな。左がねセーヌ川でございます。そして今度はねここの見てください。
この街灯すごい古い街灯なんだよね。街灯なんてパリ中にあると思うんだけども、ちょっとねこの街灯は普通のものと比べて非常に古いんですよ。はい、ここにはねまず番号が書いてあるでしょ。こういうふうに7番っていうふうに書いてあります。そして普段だったら見ないような1個バーがねこの1本ギュッと横に突き出てるのが分かりますか。はい、これ今ちょうど画面の真ん中に入ったこのバーです。このバー普段だったらありませんよ。一体なんでここにだけバーがあるかっていうと、実はね今はこれ電気ですけどね、かつてはこれはガス灯でございました。でガス灯の時代はここでね点灯夫という職業がありまして、このね、街灯をね一個一個つけたり消したりしていたんですね。例えばサンテグジュペリ言えたの星の王子様というね、小説があるんだけども、童話と言ってもいいかな、そこにもね点灯夫の星っていうのが出てきますよね。すごいちっちゃい星ですぐに朝とか昼とか変わってしまうので1分ごとに消したりつけたりしないといけないというね、そのような話でございましたけども、そういうね、点灯するため、には長いねなんか棒みたいなものがあって、それでつけたり消したりできたんだけども、ただ同時にね不具合がある時には調節しないといけないんですよ。でその調節する、時に彼らが必要だったのがはしごだったんですよね。ですからね点灯夫というとはしごを持っている姿で表現されることが多いんですね。でそのはしごを引っ掛けるためのバーが先ほどのものなんですね。はい、ということでね、そのバーがあるこの街灯っていうのが実はこのケド・オロジュ時計台花岩にいくつか残っていて、その一つがそのさっきの7番だったし、このね3番にもこういうふうに見てください。ここにもこうやって残ってるんだよね。だから街灯ここに3番で書いてあるけどさ、普通はここに番号とかも書いてないよね。これが今の 現在のやつですよ。ほらバーないでしょね。バーないです。電気なんで。はい、ということでね伝統でございました。はい、ここにね塔が見えてきたわ。すごいいい天気だな。はい、これね今ね私たちコンシェルジュリーというねところに来ていますけども、はい、ここにはねかつて牢屋がありました。その裁判所がねあるからやっぱり牢屋もあったんですよ。でここはね、中世の間はボンベックと、今でもボンベックっていう名前がついている塔なんだけども、ここはねボンっていうのはいいって意味でしょ。ベックっていうのはくちばしって意味なんだけども、いい口、つまりおしゃべりな口というかね、私たちが聞きたいようなことを聞けるような塔というね名前がついているんです。さあ一体ここ何をしていた場所か分かりますか。おしゃべりの塔と言ってもいいかな。つまりねここに入った人はねどんな無口な人でももうすごい饒舌になってしまう、いろんなことを話してしまうっていうそういう塔なんですよ。ピンときた方いらっしゃるかな。そう、つまりねここはねかつて囚人が入れられて拷問されていた場所なんですね。ここに入るとみんな拷問されて、あることないことを隠していること全部言ってしまうのでおしゃべりの塔というね名前がついているんです。強烈だなって感じなんだけども、はい、そしてね同じような塔が2つね出てきました。この塔非常に重要な塔ですよ。まずこの手前の塔がトゥール・ドゥ・セザールの塔と言われています。はい、もともとねここにはね、ローマ時代から屋敷があって、その後に建てられたのでセザールの塔と言われているっていう考え方と、あとはねここはね王のもともと居室、王のアパルトマンがあったのでここがそれにちなんでセザールの塔と言われています。そしてねその隣がねこれがお金の塔とかね財宝の塔と言われるトゥーダージャンとかねトゥール・トレザーと言われている塔でございますけども、ここがね王様の財宝を入れていたところですね。当時はねお札とかね、そういう小切手とかではなくて本当の金貨とかでございましたから、ここには金貨がザックザクとあったのかもしれませんね。そしてその塔のね真ん中には入り口があって、この入り口を入ると衛兵の間といって、これを守る衛兵が集めている場所に行くということでございます。はい、そしてここがコンシェルジュリーなんですけども、コンシェルジュリーは後で話すとして、今度はこちらをご覧ください。そうすると橋が見えてきました。これが両替橋というところでございますね。両替橋のところにも N と書いてあるんだけども、これもやっぱりナポレオン・ボナパルト
ナポレオン一世が作ったので両替橋という名前がついています。そしてこの両替橋を渡ると何かね塔のようなものが立っておりますけども、あそこにあるのがシャトレ広場でございます。私の前回の裏道散歩、あそこのシャトレ広場から始まりましたよね。私たち今ちょうどそのセーヌ川を隔てた反対側にやってきました。そして今度ねこの塔がありますけども、これがサンジャックの塔ですね。そしてその真ん中にはちょっとだけ屋根の部分が見えているんだけども、これが現代美術館のポンピドゥセンターでございます。なんとなく土地感覚分かりましたかね。はい。でね、このね両替橋というところなんですけども、ここはねもともと木造の橋でございました。そしてこの木造の橋の上にもやっぱりね木組みの家がびっちりと、立っていたんですよ。もう隣同士でね立っていて、でそこには両替屋さんがあったんだよね。はい。地方の人はねその地方の国のお金を持っていたわけだ。でパリにやってきたらパリのお金に換えなければいけません。日本人がね円を持ってこのフランスで買い物をしようとしてもダメでしょ。ユーロに変えないといけないよね。そんなね、感じが、当時の中世の時代のフランスではね非常に細かくその効果が分かれておりましたので、パリに来たら地方の人も両替しなきゃいけなかったんですね。はい、それではね、今度はこのブルバー・ドゥ・パレ、宮殿大通りというところに行きましょう。さあそこでね見逃してはいけないのがこちらでございますね。こちらの先ほど時計台花岸と言われておりましたけども、その理由がここで分かりますよ。はい、こちらでございます。ちょっと木漏れ日でよく見えないかもしれないけどはい、ここにねパリ初めての公共時計がございます。美しいですね。はい、これはね14世紀に作られたものですよ。14世紀になるとこういうね時計の機械というものを作れるようになって、それをシャルル5世という人がここにパリの人々にも時計をね時間を知ってもらうためにここに設置したのが始まりでございます。真ん中には時計があって、この私たちのね馴染みのある時計盤がありますよね。そして右には天秤を持っていて剣を持っている、これは公平さ、正義とそして力ですよね。そしてその左にはこの手がついた杖を持っていて、これ司法剣ですけども、そしてその彼の右手か彼女の右手にはこの刻まれたね石板を持っていますけども、これが法律ということでしょう。ここはねもともと裁判所だったりそういう場所に作られていますから、このような時計がね、このようにつけられています。パリの初めての時計、そしてそれが14世紀に作られたものにもかかわらず、あのようにねすごいしっかりととてもいい状態で保存されているっていうのは、まさにもう奇跡みたいなものだっていう感じですよね。はい、それではねこの道路を渡りまして反対側に行って、この私たちの今目の前に見えていた建物を見ていきましょう。この建物こそコンシェルジュリーでございます。コンシェルジュリーというと革命時代にはねここが牢獄として使われていて、マリー・アントワネットがここに幽閉されていて、ここからねコンコルドに送られてギロチン台にかけられて処刑されたということが有名ですよね。ここはコンシェルジュリーといってねもともとはシエルジュといって、これろうそくをね管理する人だったんですけども、当時はねろうそくというのが非常に高価なものだったんですね。ですから盗んでねそれを売りさばいてしまうと、人財産稼げたわけですよ。ですからそのような重要なねろうそくなんかを管理するというのは、信用を置ける人じゃないと任せられないということで、それをねシエルジュを管理する人というのは非常に地位の高い人でもありました。そのろうそくを管理する人がコンシエルジュといって、最終的にこういう建物全般を管理する人の名前になっていきました。ということでねここはコンシェルジュがいたところなのでコンシェルジュリーと言われています。はい、そしてね今私たちの目の前に見えてきたのが、これがサントシャペル礼拝堂でございます。これをね作ったのはルイ9世という人ですね。ルイ9世という人は十字軍遠征を行った時に非常に重要な聖物というものを買ってきました。それはイエス・キリストがかぶっていた茨の冠、そして彼がかけられた十字架のかけら、そして杭を打たれたその杭などでございますけども、そのね非常に重要な聖物をどこに、置いておくか奉納するかということでね彼は作ったのがこのサントシャペル礼拝堂でございます。
本当にねゴシック様式の非常に美しいステンドグラスが美しい、中はね本当に宝石箱のような場所でございますが、まさにね宝石箱のようなではなくて、まさにそれが宝石箱なんですよね。キリスト教の中でもね最も重要な生物を、入れる場所でございますから。はい、で今目の前がまたね裁判所の正面玄関って言ってもいいかな。よくね裁判所の判決が出た時に中継なんかをするのがこの場所でございますね。はい、裁判所の正面が見えてきました。さあ私たちはね、ここでもうシテ島の中心まで参りましたが、最後の直線行きましょう。ここからねシテ島の地下鉄の駅まで行って、この私たちのね裏道散歩お別れすることにいたしましょう。はい、もうちょっとのお付き合いよろしくお願いします。今度はねこの右側に見えてきたのはプレフェクチュー・ド・ポリスといって、警察署というかなんていうの、警視庁だ、警視庁ね。はい、このね今すげえ警察いるな。なんでだろう、怒られそうだな。まあいいや、ちょっと行ってみようか、映さないように。はい、このね警視庁というところは、警察署でもあるんだけども、それと同時にねなんていうかな、滞在許可所の延長だとか更新だとか、そういう場所でもありますので、こういうところねよく来てね思い出深いなとか、いじめられたなって人多いんじゃないかな、僕もねあんまりいい思い出ないな。やっぱね海外に住むっていうのは結構大変ですよ。はい、ということで、ここはね、警視庁になっているんだけども、はい、ここね、国旗があるでしょ。でここはねもともとね鶏肉市場があった場所なんですね。はい、鶏肉市場があったところ、それを移動させまして、ここに警視庁を建てています。警視庁はねもともと先ほどあったパレド・ジュスティスといって司法省の敷地内にあったんだけども、そのね敷地で火災が起きてしまってね、その火災があった後ここに移ってきました。でここはもともとね先ほども言ったように鶏肉市場があったところ、その鶏肉市場を移動させてここに警察署を建てたので、警察のことをね鶏肉というふうに言うようなこともここから出てくるんですね。ですからプレとフランス語で言うんだけども、プレというと警察っていう意味もあるんですよ。さあ今ねシテの地下鉄の駅が見えておりましたけども、さあ本当に最後の最後こんなところも紹介していきましょう。ここがね、マルシェ・ドゥ・フルールといって花市場になっています。本当にここがねパリの中で素晴らしい、なんか楽園のようなところの一つでございますよ。素晴らしいでしょう。けどねごめんなさい、私ね全然植物知らないんです。全然植物知らないから。鳥かごとかあるじゃん、超かわいいよ。大したことは言えないんですけど、こうね入るとさ、なんかその一瞬にその空気が変わるっていうか、匂いがすごいいいんですよね。癒される。すごいいい匂い、お花のね匂いがしますよ。素晴らしいね。お花とか綺麗ですね。アジサイがありますね。そんぐらいしか知らないけどでここにはあれだね、ハーブ系だね。だからこういうのを庭に飾って、これオリガンって書いて、これがオリガンって書いてあって、なんだろうこれ買ってわかんないな、パセリなのかなこれミントだな。だからこういうものを家に置いておいて、そして庭とかで育ててね、で料理の、スパゲティ、で作った時にちょっとだけ上に乗せるとかいいよね。はい、素晴らしいでしょ。ワラスの噴水、これ飲めますよ。いやもうほんと素晴らしいな。このね花市場っていうのはすごい古くて、まずねこの建物ですね、これねエッフェル塔が建てられた時代のものって書いてありましたね。ですからほら、何かエッフェル塔の建物と作りが似てるでしょ。この鋳鉄っていうんですっけ、この骨組みとかがね。で日曜日にはここには鳥市場も出るって書いてありましたね。ごめんなさい、あんまり知らないいやけど素晴らしいな。ほら
ここなんかエッフェル塔みたいですよね。はい、でこういうね、花市場っていうのがありますので、このシテ島をね、いらっしゃる時に、ぜひねここの場所ご覧になっていただきたいなと思いますけども、さあこの花市場ですね、実は皆様にお見せしたいものがありまして、というのはね、ここマルシェドフルーという場所なんだけども、ここは別名がついているんですね。その別名を最後にね皆様に紹介しましょう。皆さん知ってますか？ここの広場の別名、ここでございます。今ねちょうど4区に入ったところなんだけども、はい、マルシェドフルーレンヌエリザベス・ドゥと書いてあります。そう、ここはね花市場エリザベス2世というね名前がついているんですよ。2015年だったっけな、今のねイギリス王室のエリザベス女王エリザベス2世がフランスを公式訪問した時に、ぜひ私寄りたいところがあるのと言って来たのがこの花市場だったんですね。はい、そしてその次の公式訪問の時にパリ市長がねイダルゴさんだったと思いますけども、サプライズを用意しました。そのサプライズっていうのはぜひねエリザベス2世エリザベス、女王陛下好きな場所ありますよね。そこに行きましょう、ぜひ行きましょうということで行って、そして看板をお見せしてね、見てください、私たちはあなたが好きということなのでこのね名前、あなたの名前を付けましたよという、そういう式典をやったんですね。そんなサプライズがあって、こんな花市場になっています。ということで、今回のね裏道散歩この辺にしておきましょうか。はい、シテ島の地下鉄の前でお別れでございます。今回もありがとうございました。はい、ということで今回はルーブル美術館からポンヌフを経由しまして、このシテ島の中心にある花市場まで皆様をご案内いたしました。観光の定番コースかもしれませんが、裏道を使うことでより魅力的になるんじゃないでしょうか。ということで今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆様の感想をぜひコメントに書いてくださいね。そしていつもね、宣伝で申し訳ございませんが、5月の22日今度はオンラインツアーオニバパリを飛び出してルーアンをやりますよ。ぜひねルーアンの魅力たっぷりとご紹介したいと思いますので、お申し込みご検討くださいませ。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。